情報によるとターゲットはこの向こうのビルか。確認するよ滝壺。間違いないね。中に潜んでる。超不気味に静かですね。バレてないとでも思ってるんでしょうか。何でもいいでしょう。やること同じだし。とっとと済ますわよ。麦野、ちょっと待って。あ、何？麦野はそこから一歩下がって。木の旗は左に2歩ぐらい。滝壺はそのまま動かないでいいよ。何ですか？いきなり妙な風水にでも超ハマっちゃったんですか？違うってば。トラップよ、トラップ。ビルの周りに仕掛けられまくってるわけよ。地雷に爆弾付きのワイヤートラップ、鳴子とか警報装置、落とし穴とかトゲ付き丸太とか。よく揃えたもんね。よくわかるね、ブレンダー。プロの勘ってやつ？この分だと入れそうなドア全部感電トラップくらいは仕込んでそうよね。めんどくっさいな。なもんまとめてぶっ潰しながら進みゃいいでしょ。私なら全部引っかかっても超ノーダメですが、先に突っ込んできましょうか？まあ待ってよ。結局こういうのの一番の目的って敵が来たことを向こうに知らせる合図なわけよ。律儀に引っかかってやって相手に逃げるなり戦うなりの準備させてやるのもムカつかない？んで何が言いたいの？大体察せるけど結論から話してよ。私ならトラップのある場所全部読める。相手の裏を書いてやるの。楽しそうでしょ？静かだな。情報によればそろそろ来るはずなんだが。慌てるな。中にも外にも罠を山と仕掛けてある。何かあればすぐにここに伝わる。そうだな。ああ、俺のトラップ配置は完璧だ。どこで何が発動したかも一発でわかる。それはいいが脱出経路は確保してるんだろうな。逃げた先で地雷なんて笑えないぞ。安心しろ、抜かりはない。外から見れば絶対に気づかないルートを用意済みだ。それってこのダクトから入る道ってわけ？誰だ？はい、これ途中で拾った閃光弾返してあげる。目がまさか脱出ルートを遡ってくそ、逃げろ。おお、いいの？そっち行ったら危ないんじゃない？私がいじっといたセンサー爆弾があるんだけど。って遅かったか。で、そっちのドアノブには感電トラップ、サービスで出力上げといたから。2人目おしまい。ざっとこんなもんでしょ。さすが麦のナイス援護射撃。あんな狭いダクト通らされるって知ってたら付き合わなかったっての。ああ、汚い。まあいいじゃん。2人のとどめはあげたんだし。で、あんたが罠仕掛けた犯人？なぜ俺の罠は完璧なはず。はあ？どこが完璧なわけ？セオリー通りに仕掛けてただけじゃん。あんなの簡単に見破れたんだけど。しかも逆に利用までしてやったし、結局私みたいな格上にかかればあんたの罠なんてお遊び同然ってわけよ。よーくわかったでしょ？負けを認めたら許してあげる。私って寛容だからね。ほーな、まいりました。
聞くわけないでしょバーカ。前から思ってたけど、あんたって結構いい趣味してるわよね。そう？そんなの当たり前じゃない。罠も仕事も鮮やかじゃなきゃね。皮肉よ皮肉。さっさと撤収するわよ。はいはい。ねえねえ、これってほとんど私の手柄よね。今日の分け前、私が総取りでしょ。逆だっつーの。普通にぶち殺せたところをあんたの遊びに付き合ってやったの。外で待ってる絹畑と滝壺にも同じこと言えるんなら多数決で決めてやらなくもないわ。多数決？それって私負けない？ねえ、ちょっと麦の待ってよこのファンシーショップ、いろんなタイプのぬいぐるみがあるのよね。そうなんだ。滝壺ってこういうとこ来るの初めて？ぬいぐるみとか興味ない感じ？ううん、好きだよ。でもこういうお店に入ったことはないかな。私本当に一緒に来てよかったの？いいのいいの。新しいのを仕入れようと思ってたしね。趣味と実益を兼ねてっていうか、今回は趣向を変えて滝壺のセンスでぬいぐるみを選んでみようってわけ。私役に立てるかな。麦野とか絹畑の方が詳しいんじゃ。ああ、ダメダメ。絹畑は全然興味なし。ぬいぐるみ買うお金で映画館はしごするようなやつじゃん。麦野もね、結局ボロボロのぬいぐるみを5章大事に持ってるやつに新しいのを選べってのもないでしょ。そういうものかな。そういうもんなの。結局滝壺が一番いいってわけ。ほら一緒に見てみようよ。これが部屋に飾るようで、これがあげるよ。こっちは爆弾仕掛ける用として。爆弾仕掛けるよ。ほら滝壺、このうさちゃんどう思う？うん、可愛いと思う。だよねだよね。それじゃあこっちのテディベアは？可愛いと思う。分かってるじゃない。こういうシマウマなんかはどうよ。うん、可愛い。うんうん、やっぱり分かってるわね、滝壺は。ぬいぐるみ選びがはかどるわ。って結局私が選んでるじゃない。違う違う。今日は滝壺のセンスに任せるの。はい滝壺、よーく見てみて。滝壺的にはどういうのが一番可愛いと思うわけ？私が全部選んでもいいの？当然、そのために連れてきたんだから。わかった。それじゃあこれ何？溶けかけの宇宙人？ウサギ。これはカニ食べてる途中で死んだ馬？おひげを生やしたユニコーン。じゃあこっちは体中の毛穴という毛穴から謎の触手が生えた裸デバネズミとか？ロン毛のカピバラ。シュールすぎるわよ。そう？可愛いっていうより怪奇系よ。こんなのどこから見つけてきたわけ？むしろこういうのまで揃えてるお店の方にもびっくりなんだけど。ごめんねフレンダ。こういうの可愛いと思って。でもやっぱりフレンダが選んだ方がいいと思う。いやいや、何言ってんの。滝壺はいい仕事したじゃない。最初はちょっとびっくりしたけど、こいつらもよーく見ると味のあるデザインだし。そうかな。結局ストレートに可愛いのにも飽きてきたわけ。たまにはこういうのもいいじゃない。決めた。こいつら
私んちのベッドに飾るわ。フレンダ、ありがとう。なんで滝壺がお礼言ってるわけ？それって逆じゃない？あ、店員さん、これとこれとこれください。あとこれも。車に乗った猿。腰から下をキャタピラに改造された哀れな実験動物にしか見えないんだけど。その日以降、私のベッドには謎の生物がうごめくスペースができたわけだけど、結局これも慣れれば可愛いわよね。ね。それでさ、そこに新しいカラオケができて、しかもかなりおしゃれみたいなの。それ本当？ビップルームみたいなのはあるわけ？あるある。しかも食べ物もかなり美味しいらしいよ。いいじゃん。私フレンチトースト食べたい。ってあれ？げフレンダ、どうしたの？あの人知り合い？そんなとこ。マギってメール？他人のふりをしなさい。何これ？マギルのメールじゃん。なんで顔見えてるのにわざわざメールなわけ？フレンダ？いいから早く行け。私と反対方向ね。どういうことよ。でもこれ従っとかないと後がひどそう。なんでもない。結局ただの人違いだったみたいね。なんだ、急に静かになるからびっくりしちゃった。さっきの人美人だったね。あれ？いない。まあそれより早く行こうよ。さっき話したカラオケってのに行ってみたい。え、今から？で、カラオケはそっちの方向じゃないよ。いいから先にあっちのコンビニ寄ってくわけよ。あ、ここにいたんだ。マギナ。何？わざわざ追ってきたの？私本読んでるんだけど。隙見てちょっと抜けてきたのよ。それよりさっきのってどういう意味なわけ？急に他人のふりしろって言われてもさ、別にいいけどびっくりしちゃうじゃない。こっちこそあんたが普通に声かけようとしてきたことにびっくりさせられたわよ。あのね、あいつら普通の友達でしょ？そうだけど、それが？ってことは表の住民よね。そこ行くと私らの関係は何？アイテムは暗部の組織よ。私とあんたはそのつながり、表の連中に知られるべきじゃない。あんたの関係者に私らが知り合いだと思われたら、後々どこで面倒なことになるかわからないってこと。そういうもんかな。あのね、これはリスクマネジメントの話なの。あんた一人が自爆すんのは勝手だけど、私らまで巻き込むなってこと。わかった？まあ話は分かったけど、じゃあこれから仕事以外では他人の顔してろってこと？無関係なやつが一緒の時はね、そっちの方がお互い無難よ。いた。ねえねえフレンダー、明日の予定まだ話してなかったよね。あれ、その人って。ねえあなた、落とし物したでしょ。このハンカチあなたのだよね。
ええ、そうね。どこに落としたかわからなくて困ってたの。親切にありがとう。どういたしまして。それじゃあ良い一日を。そちらこそ。やりゃできんじゃない。ぶっつけ本番とかやめてよね。寿命が縮むのよ。もうブレンダ今行く。他人の顔ね。結局私にとってはどっちも広い友達なんだけど。絹畑、私がサバ缶大好きってことは知ってるわよね。はあ、まあ超毎日食べてるとこ見てますからね。そこで考えたわけよ。私とサバ缶の関係は結局このままでいいの？何も考えずただ食べるだけ。それってサバ缶に対してすごく失礼なことじゃない？思いがけず超重い感情ですが、まあ映画に置き換えるとわからないでもありませんね。超与えられたものをただ享受するだけで果たして十分に味わっていると言えるのかですよね。それよ。私はサバ缶の新しい可能性を模索したいわけ。味付けとかトッピングとかアレンジメニューとか、そこまで極めてこそのサバ缶マスターじゃない？なるほど。サバ缶で超パンパンの買い物袋を持ってきた時、こいつとうとう脳まで魚類になったかと疑いましたが、この超大量のサバ缶はあらゆる食べ方を試すための実験材料というわけなんですね。そういうことよ。分かったんじゃない。調味料とか合いそうなトッピングも揃えといたわ。全部試してみるわよ。超マットな実験めいてきましたね。いいでしょう。私も付き合います。水煮にポン酢は超普通ですね。普通に美味しいです。正統派な味付けって感じだけど、結局普通すぎない？もうちょっと意外性が欲しいわよね。刻みネギでも散らしてみるのはどうでしょう。お客様、ご注文の方は。今いいとこだから静かにしてて。はい、申し訳ありません。味噌煮の方はどういじる？結局私的にはこっちが本命なんだけど。辛味噌味にしてみては？こちらにそれぞれ豆板醤と七味とタバスコを超ぶっかけたものがあります。どれどれ？辛すぎよ。加減ってもん知らないわけ？ほぐして納豆と混ぜてご飯にかけてみては？それ納豆の方が主役にならない？私はあくまでサバ缶をメインにしたいの。いっそ甘くしてみましょうか。ここに蜂蜜と砂糖とコンデンスミルクがあります。禁断の領域ね。一応会話したけど手を出すかは迷った代物だわ。洋風の味付けも超捨てがたいですね。このケチャップと料理用ワインは使えないでしょうか？それよりさ、コーヒーって可能性どう？なんか隠し味に入れればいいって言うじゃん。それはカレーの話なのでは？サバ缶カレーってどうでしょう？カレー？ないない。そんなのサバの風味が消えちゃうじゃん。なら超逆転の発想で。いやいや、基本は抑えつつ足し算で。で、結局これどう思う？テーブルに所狭しと並べられたサバ缶アレンジ集。こうして見ると超壮観ですね。さすがにやりすぎた感じするってわけよ。
サバ缶パフェとかどこの誰が考えたブツよ。そっちはフレンダの犯行でしょう。私が超考案したのは焼きサバ缶まんじゅうです。どっちもどっちじゃない。しかしまあなんですね。超改めて考えてみましたが、結局のところいつも通りが一番いい。結論を出しておいてなんですけど、今までの超試行錯誤は何だったんだって話ですね。まあまあいいじゃない。改めてサバ缶の完成度を実感できたんだし、結局これも必要なことだったわけよ。これでよりサバ缶への理解が深まったわね。何してんのあんたら。麦野と滝壺遅い。そのおかげでいい研究ができたわけだけどね。別に何でもいいけど、ゲテモノでテーブル占拠してんじゃないわよ。私の弁当を置くスペースがないでしょうが、捨てるか食うかしてさっさと処分して。あ、どうしよう木の旗。私今までのでお腹いっぱいなんだけど。私は超付き合っただけですので、魔改造サバ缶の処分はフレンダの判断に任せます。一つ意見を言わせてもらうなら、全部捨てちゃうのはそれこそサバ缶に超失礼に当たると思いますが。フレンダ、食べ物を粗末にするのは良くないと思う。ほら早くしなさいったら。いつまで私らを立たせてる気？食べるわよ。食べればいいでしょ。さて、確かこの辺だったわよね。ねえ、いるんでしょ。これはお得意様じゃありませんか。大声を出さずとも聞こえてますよ。それで今夜はどんなご用で？道具の調達ですか、それとも隠れ家の手配？新商品でしたらもうすぐ入荷しますので。違うっての。今日はあんたに苦情言いに来たの。苦情と言いますと？あんたんとこで買った次元装置ね、セットした時間より 0.8 秒遅れちゃったわけよ。ま、結局私が天才だったから事なきを得たけど、下手したら相手がトラップに引っかからなかったわけ。私これで麦野に反省会させられたんだからね。どうしてくれんのよ。それは面目次第もございません。ですがね、こちらにも都合というものがありまして。都合？何よそれ。一体どんな言い訳してくれるわけ？いや全く情けない話ではあるのですがね、このところアンチスキルの締め付けが激しくなりまして、私のような裏の商売人は品物を仕入れるだけで精一杯になってしまっているんですよ。で？だから粗悪品つかませても許してちょうだいって？いえ、もちろんそれだけでは終わらせません。私にも矜持というものがありますからね。手を尽くし品質のいいものをご用意しますとも、必ずお約束しますよ。ただその分必然的にコストはかかりまして、以前と同じお代金というわけにはどうしても。なるほどね。結局ちゃんとしたものが欲しけりゃ前より余計に金払えってわけ。私としても大変不本意なんですがね。いやはやこればっかりはどうしても。持ちつ持たれつでいきましょうよ。つきましては取引額を以前よりざっと6割増しで。あんたさ、何か勘違いしてない？はあ、主導権がどっちにあるのか分かってないってわけ。結局あんたただのフリーランスよね。私のバックに何があるか
知らないとは言わせないわよ。まさか脅迫するおつもりですか？別にただ立場をはっきりさせたいだけ。私は非協力的なあんたをどうとでも料理できるし、なんならあんたをアンチスキルにさっくり売ったってこっちは痛くも痒くもないわけ。ケチな値上げで身を滅ぼすか、それとも気持ちよく私にお買い物をさせるか選ばせてあげる。お客様は神様。結局そういうことよね。わかりました。そちらのご希望に合わせましょう。あの女、うちの商品を片っ端から買い叩いていきやがって。冗談じゃないぞ。このまま黙っていられるか。こうなったら何が何でも取り返してやる。あいつには暗部のバックがついているとか言ってたが、こっちにもこっちで商人同士のネットワークがあるんだ。奴らに流す商品をとことんまで絞ってやるか、それとも市民を装ってアンチスキルに垂れ込んでもいいな。覚えてろよクソ女。この借りはきっちり返して。なんだこの音。時計にしては音が大きいような。僕だ。時間ぴったり。出そうと思えばいいもん出せるんじゃない。あいつほっといてもどうせろくなことしないだろうし、お仕置きってことでこれくらいはすべきよね。おい、今のなんだ？ガス爆発か何かか？アンチスキルだ！アンチスキルを呼べ！おっと、さっさと言った方が良さそうってわけ。それじゃね、商売人さん。どっちが上手だったかよくわかったでしょ？